TBS 無限へと散らばれ始まりの合図西へ東へat home 僕の部屋にお帰り NCT127 ユータのユータアットホーム。この番組は NCT127 のユータが僕のお部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしています。さて最近ね、ついこの前翔太郎とね、時間があったのでご飯に行ってきました。すごく楽しかったですね。もう翔太郎とね、久しぶりにね、軽くね、お酒も飲みながらお話ししたんですけど、やっぱね、日本語でね、こういろいろ喋るのはすごく楽しかったですし、翔太郎もね、いろいろ個人で頑張ってるので、俺も頑張らないとなって思いながら、いい時間を過ごさせてもらいました。あとね、ほんとね、最近ね、韓国は特に日本もそうだと思うんだけど、すごいね、寒いじゃん。寒くて乾燥してるじゃん。しっかりね、皆さん体調管理しないとダメだよ、ほんと。はい、僕もちょっと体調管理しっかりしていきたいと思います。それでは今週の1曲目をお届けしましょう。 NCT で Beautiful。 Yuta at home。 NCT127 ユータのユータ at home。 まずは前回出題したユータクイズの正解発表からしましょう。僕ユータを知ってもらいつつね、もうおなじみだねもうこれおなじみですけど、マニアックなユータ知識を身につけてユータ博士になってもらおうという企画ですね。前回の問題はですね、僕ユータが仕事終わりに、聞くアーティストさんは誰でしょうか。でヒントはですね、こんな女性の膝枕でなんか子守歌を歌ってもらえればすごく気持ちよく眠れるだろうなっていう感じのヒントだったと思うんですけど、正解はですね、手島葵さんです。はい。手島葵さん超好きで、俺ロックとか、ヒップホップとか R&B も聞くんだけど、それ以上にね、こうバラードも結構好きで、手島葵さんの声ってマジでやばくて、一遍あの人の声聞くと裸にされるの。なんか裸になってすごいこう純粋に何かをこう受け止めたくなるというか。で最近聴いてるのはただいまっていう曲があるんだけど、その曲がねもうすごくいいの。もう染みてすごくいい気分になるというか、なんかこうほーんって言って落ち着くのよね。手島葵さんすごい好きで、皆さんもねぜひ一度聴いてみてください。ということでですね、クイズに正解された方には抽選でステッカーをプレゼントします。当選の発表は発送をもって返させていただきます。正解したという方は届くのを楽しみにしておいてください。それではここで次の問題です。じゃじゃん。僕ユータは最近ね、髪の毛がまた伸びてきたんですよね。すっごい伸びるの早いよね。もう嫌になっちゃうぐらい早いんだけど、そんなユータがですね、久しぶりにね、あるアイテムをね使い出したんですよね。もう一度はみんなも使ったことあると思うんだけど、返しのユータって言われてたぐらい、中学の時はねもうすごいスナップを聞かせながらね使ってたんですけど、これ言っちゃうともう答えになっちゃうから言わないんだけど、ヒントはですね、スナップをうまく使いこなせるか使いこなせないかで変わってくる。ちなみにそう中学の時はスナップのユータって言われてたね。なんでそんなスナップできんのみたいな、90度じゃんみたいな、いつも跳ねてんじゃんみたいな、外に跳ねてんじゃんウェーみたいなね、ちょっとそういうノリで使ってたんですけど、最近はねそこまでしないんですけど、髪の毛はね長くなっちゃったんで整える程度に使っています。ということでですね、メッセージとツイッターでお答えをお待ちしています。メッセージはオーディナーにある番組ホームページのメッセージホームから、ツイッターのハッシュタグは英語でユータアットホームです。締め切りは放送から1週間となります。正解された方の中から抽選でステッカーを差し上げます。皆さんどんどんご応募ください。はい、さて、こんなメールをいただきました。ラジオネーム門真は俺たちが守るからに胸が熱くなりましたそれさ、俺思ったんやけどさ、みんなさ
これあれよね、結構真剣に受け止めてくれてる人多くない？そんなちゃうで、普通にノリやで、ノリで言ってんやけど、なんかね、みんなこうなんか門真俺が守るからみたいな友達をね、ゆうたってすごい友達持ってんだなみたいな思われてると思う。そんなんじゃないんですけど、まあね、熱くなりますよね、この言葉ね。いつもラジオ楽しく聞かせてもらってます。ゆうたくんの好きな寿司ネタトップ3を聞きたいです。これからも体に気をつけてお仕事頑張ってください。ずっと応援しています。ありがとうございます。俺もうお寿司めちゃくちゃ好きで、最近ね、韓国でももうお寿司食べたいっていう欲求がもう日に日に強くなって、韓国って回る寿司もね、日本みたいに安いとこがあんまなくて、もうしょうがないと思って、最近はですね、なんかちょっといいところに行ってそのお寿司を食べたりする、そのぐらい好きな食べ物の中の一つなんですけど、好きなネタはナンバー3はイカ、トップ2が甘エビ、甘エビが好きで、トップ1がマグロ、赤身ね、赤身すごいスタンダードな赤身。俺ね、あんまり脂身とかあんまり好きじゃないから、そういうちょっと食感を楽しみ系とか、そんな感じですかね、僕のトップ3は。はい。そしてですね、今日はそんなお寿司のメッセージを受けてですね、変わり種の話をしたいと思います。たこ焼きではですね、変わり種が許せない僕ゆうたですか？そうですよ。たこ焼きはなんか入れんのあんまり許せないんだけど、お寿司とかは意外とありだなと思うね。俺ね、それこそ納豆とかもめっちゃ好きだし、お肉とかもめっちゃ好きだし、コーンとかも好きだよ。でですね、有名チェーン店の最近の変わり種としましてはですね、白身フライのとろーりチーズフォンデュ。やん。全然やん。ツナサラダレンコンチップのせ。全然やん。なんでもやん。のせたったらええねんみたいなね。濃厚チェダーチーズ天ぷら、言いにくいけど全然やん。イカ天ガーリックマヨ、食いたい。めっちゃ美味しそうやん。全然いいね。で、また韓国だとですね、うなぎにチーズが乗っていたり、トロの上にコチュジャンが乗っていたり、まあ全然いいんだけど、寿司は醤油やろみたいなね、それはありますね。ヒラメに白菜キムチが乗っている、そんなお寿司もあるようです。俺初めて韓国に来た時にびっくりしたのが、お刺身食べる時あるじゃん。お刺身食べる時もなんかお味噌天ジャンみたいなのがあんのよね。醤油じゃなくてコチュジャンとか、あとね味噌につけて食べる人が多いね。それもね全然美味しいんだよ。だから俺は最近こう韓国にね住み出してもう長いから、結構醤油食べてちょっとくどくなってきたなと思ったらお味噌つけてね食べたりいろいろするんですけど、意外と悪くないんですよね。こういうだからトロの上のコチュジャンとかうなぎのチーズとかもね美味しいと思いますよ。はい、続いては今の季節よく食べる人も多いおでんね。最近ではコンビニのおでんでも変わり種が結構出てきてますが、ロールキャベツや厚焼き卵、シューマイなどなど、さらにたこ焼きも明石焼き風になっていて美味しいんだそうです。まあ明石焼きでしょ。明石焼きなら許してあげちゃう。食べてあげちゃう。おでんもね。別にありですね。おでんにたこ焼き、シューマイとかも食べたいね。久しぶりにこうおでんの話になったからさ、よく僕ファミマのねおでんが大好きでよく食べてたんですけど、久しぶりに食べたいですね。はい、そして韓国でねよく目にする変わり種というとインスタント麺、日本にも多く輸入されていると思うので食べたことある方も多いと思いますが、辛い麺をカルボナーラ風にしたロゼカルボナーラ麺やロゼトッポキ、そうね、もう最近もうロゼがすごいある。また日本ですと過去にはチョコレートソースをかける焼きそばやパクチー味のラーメンや地獄の辛さの焼きそばなども話題になりました。そうね、日本もやっぱあるね、変わり種はないろいろ。母がそれこそ送ってくれた、どこだったっけな、ペヤングだったかな、どっかの焼きそばがわさびのペヤングみたいながあって、それもめっちゃ変わり種だよね。あとねすっごい美味しかったのが UFO の濃厚ソースみたいなのを母が送ってきてくれて、 UFO ってさソース自体がさめっちゃ濃厚じゃん。だからこれくどいんじゃないかなと思って食べてみたけど、俺一口食べて誰かにあげようと思ってたんだけど全部食べちゃったからね。それぐらい美味しかった。で、韓国でおすすめのインスタント麺はですね、僕基本的に韓国今そうね、それこそロゼがすごい流行ってて、もうねカップ麺以外でも例えばパスタ食べに行っても絶対あるし、ちょっとねおしゃれなカフェとかに入れば絶対にカフェトッポキとかがあるぐらい流行ってるんですけど、その中でもですね僕がおすすめなのは
プルタポックンミョンってあるんだよね。もうみんな知ってると思うけど、プルタポックンミョンのカルボナーラ風みたいなのがね出たんだけど、プルタポックンミョンって辛すぎて多分ね日本人の口には合わないのよ。僕も頑張って食べて次の日お腹壊してみたいなのめっちゃあったのよね。だから美味しいんだけど食べれないなと思ってたんだけど、プルタポックンミョンのカルボナーラ味が出てからは辛さが和らいでるのね。だからすごく食べやすいし、プルタポックンミョンみたいにちょっと刺激的なラーメンが食いたい人はねすごくおすすめな一品だと思います。はい、ということでですね、僕ゆうたけにもね変わったものあるかなと思ったんですけど、意外とね結構スタンダードに母が作ってくれていてですね、カレーが1週間出るとかすごい規格外のことは結構あったんですけど、味はね結構普通な家庭でしたということです。はい、もちろんね定番が美味しいのは間違いないんですけど、まだまだね外食にも気軽には行きにくい状況ですし、たまには変わり種をしてね味変してみるのもいいんじゃないでしょうか。はい、皆さんのねおすすめの変わり種もあったらぜひ教えてほしいなと思います。それではここで1曲お送りしたいと思います。ホールジーで You Should Be Sad。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、お送りしたのはホールジーで You Should Be Sad でした。さてリスナーの皆さんからのメッセージを紹介しましょう。ラジオネームもえちゃんおはよって言ってほしい。癖がすごい。もえちゃんおはよって言ってほしい人ですね。いつもラジオを楽しみにしているゆうたくんファンのシズニーです。私は数年勤めた会社を辞めて北海道から千葉県へ彼氏と一緒に住むために、すごいじゃん、引っ越しするのですが、人生で初めて他人と生活するので不安な気持ちでいっぱいです。そうだね。ゆうたくんが他人と生活する上でこれは気をつけた方がいいと思うことはありますか？それからもしよければ宿舎でのメンバーとのエピソードなど何かあれば聞いてみたいです。ゆうたくんのこれからの活躍楽しみにしています。ゆうたくん大好きですと。ありがとうございます。もえちゃんおはよう。そうね、他人と生活する上で気をつけた、そんなん山ほどあるよ。気をつけないといけないことの方が多いぐらいすごいたくさんあるんだけど、それはあれだよね。理解をし合う関係性がしっかり作れてればそこも許せちゃうみたいなのねあると思うし、でもその彼氏さんのこと俺知らないからね、すっごい几帳面なのかもしれないし、すごい大雑把なのかもしれないしね、萌えちゃんさんがどういう性格かもわかんないから一概には言えないんだけど、やっぱね相手のことをしっかりちょっと一緒に住むまでちょっとしっかり観察してちょっと神経質だなと思うと、やっぱね俺みたいにね歯磨き粉を蓋閉めないとかそんなことになるとやっぱねまたね一悶着あるから、そういうのは気をつけた方がいいかもしれないね。意外と大きいことよりちっちゃいことの積み重ねで喧嘩になることってね多いから、そういうちっちゃいことを気をつけてみるのもありなのかなと思いますね。で宿舎でのメンバーのエピソードね、めっちゃ面白い事件というか、これね今だから話せるんだけど、ジョンウと俺が一緒にねこう住んでた時、ジョンウが朝すごいテンションが高かったんだけど、朝6時ぐらいのスケジュールでバッと起きていくじゃん。だるってなってる時にゆうたーって来たんだよね。でそれで俺そんな普段切れることないんだけど、じゃかましいんじゃーっていう感じで言っちゃったんですよね。でジョンがめっちゃショック受けてみたいな、ごめんねって後から謝ったんだけど、だからあれだね、テンション合わせるのもすごい大事だと思うよ。時間帯でねどういう仕事してるか分かんないけど、お互いのテンションの温度差っていうのをしっかり合わせるのも大切かなと思います。はい、ということで次行きたいと思います。ラジオネーム餃子とご飯さん、秋田在住96年生まれのシズニーです。こちらは毎日雪がドサドサと降って雪かきに追われる日々、筋肉痛に肌の乾燥と日々衰えを感じています。まだ大丈夫ですよ、96年生でしょ。ほぼ同い年のゆうたくんは体のほぐし方や肌の乾燥対策どうしていますか？教えて。いつも NCT のみんなに癒しと力をもらっています。ゆうたくんも辛い時があれば無理はせず時間にはゆっくり休んでください。ずっと大好きだよと、メッセージいただきました。大変そうだね。でもねやっぱねストレッチはしっかりした方がいいよ。あと丸のコロコロするやつあるじゃん。俺あれ買ってから結構してるんだけど、あれすごくいい。腰痛いじゃん、特に雪かきとかすると。腰痛い時って大体ね腰が痛いんじゃなくてお尻の筋肉とか下の筋肉の方が固まってるんだよね。だからそういうのをほぐすにもすごくいいし、それ一回買ってみてほしいね。あとね肌の乾燥はねもうしょうがない、これはしょうがない。俺もね結構塗りたくってる。でもさ肌の乾燥ってさ難しくない？
なんか塗りたくったら塗りたくったでさ、自分の皮脂がさ積み重なってきてさ、ザラザラするしさ、塗らなかったら塗らなかったでさ、ザラザラするしさ、俺の肌どっちなのみたいな、何肌みたいな、あなたは敏感肌ですか、あなたは乾燥肌ですか、わかんないんだよね。そんな感じで僕ゆうたも悩んでます、肌の乾燥は。はい、それではメッセージありがとうございました。さて続いての曲は NCT127 でパンドラスパックス。NCT127 ゆうたのゆうたアットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間はインターフェームだけのスペシャルコンテンツ。今月は僕のマイルールをご紹介しようと思います。今週は夜のゆうたルールです。その1、夜に一番リラックスする時間は寝る前に音楽を聴くことですね。ラジオでも言いましたが、吹奏楽とかがおすすめです。その2、夜に一番チェックしている動画は面白い映画がないか Netflix をチェックしたり、千鳥さんの動画が出てないかチェックしています。はい。その3、寝る時間はだいたい2時です。その日によりますけど、何時に寝ても朝はちゃんと起きられます。以上、僕のマイルール、今週は夜のゆうたルールでした。それでは引き続き NCT127 ゆうたのゆうたアットホームをお楽しみください。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、ゆうたアットホーム。今週の NCT127 ゆうたのゆうたアットホームいかがだったでしょうか。最後に今週の偉い紹介しましょう。ラジオネームシュークリーム食べたいさん。ゆうたくんに褒めてほしいことがあります。高校生の頃からずっと腹筋を割りたくてトレーニングしていたのですが、なかなか割れず諦めてしまいました。でも去年 SNL コリアで女装したジャニーさんを見てやってたね、体幹トレーニングときつい腹筋のトレーニングをしたら見事縦線が入りました。わっしょーい。はい、推しの力ってすごいなって心の底から思いました。まだまだ寒い日が続きますが体に気をつけてください。ゆうたくん大好きですと、メッセージいただきました。偉いじゃないの、すごいじゃないの。やっぱ推しの力って偉大だね。もうね、縦線が入ったってことはもうそろそろゴールが見えてるよ。あとはね、しっかりもっとね運動を続けて腹筋をもう6パックぐらいに割っちゃってください。はい、シークリーム食べたいさん、すごい偉いです。これからもですね、もしみんな何かいいことしたら、すごく頑張ったことなどあって僕にね偉いと褒めてほしいことがあれば、メッセージたくさんね送ってほしいなと思います。メッセージはオーディナーにある番組ホームページのメッセージフォームで受け付けています。ツイッターのハッシュタグは英語でゆうたアットホームです。それではお別れの時間となりました。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、 DJ は NCT127 のゆうたでした。次回も僕のお部屋に遊びに来てください。みんなめっちゃ偉い、最高。バイバイ。Lemonade tastes like lemonade. Reach your earn and hurricane. 안들려 네 목소리는 noise. Tastes like lemonade. 짜릿하지 every day. 삼켜버려 got me feeling good. Tastes like lemonade. Reach your earn a hurricane. 안들려 네 목소리는 noise. Tastes like lemonade. 짜릿하지 every day. 삼켜버려 got me feeling good. 달려갈 like 소금차. 무대를 터뜨려 like cherry bomb. Cherry bomb. 퇴근하자 나 irregular. You can catch me cause I don't wait.